欲しかったパソコン15年越しに手に入れました。こんにちは、とばらぐです。いやー、めちゃくちゃ嬉しい、そして感慨深いです。背景15歳のとばらぐへ、やっとね15年越しなんですけど、欲しかったパソコン手に入れたよというね入りから入るんですけども、いや皆さんこのパソコン知っていますでしょうか。初めてね見るっていう人も多いと思うし、とばらぐの読者の中にはもしかしたら、うわ懐かしい、当時めちゃくちゃ欲しかったとか、当時持ってた、これ使ってたっていうね人もいると思います。今回15年越しに手に入れたのがこちら、ソニーのバイオから出ているジャント。めちゃくちゃ小さい、もう iPad よりも小さくてジーンズのポケットにも入るって言われていたパソコンをね購入してしまいました。いやーめちゃくちゃいいんだけど、この今見てもねやっとなんか手に入れたというか、あの時のね青春を今迎えに行ってる感じですね。いやめちゃくちゃエモいです。今となってはね本当に骨董品レベルの PC で、もうスマートフォンなんか足元にも及ばないぐらいのねスペックではあるんですけど、今回ね15年越しにこの PC を購入したっていうところで、レビューっていうわけではないんですけど、当時欲しかった思いとかね、そういうのをちょっとね雑談ベースで語らせてもらいながら、実際ね起動して今だとどんな風に使えそうかみたいなのをねちょっと紹介していこうと思います。いや15年も前にねフルのパソコンがこのサイズで持ち歩けたってめちゃくちゃロマンですよね。というわけで早速やっていきましょう。はい、というわけで改めてこのバイオタイプ P について紹介していこうと思います。バイオタイプ P ってね知らない人も多いと思うんですけど、これね今見てもかっこいい洗練されたデザインで、最近発売されたのかなみたいなね感じに思ってもおかしくないような雰囲気、佇まい、薄さ、軽さ、重さなんですけども、これ実は2009年の1月に発売されてるんですよ。今が2024年なので、もう15年以上もね前に発売された PC っていうところでめちゃくちゃ驚きじゃないですか。今見てもUSB-A なんだねみたいな感じで、もう SD カードスロットも搭載されていたり、結構ね今見ても洗練されてるかっこよさだと思うんですけども、そんな感じでだいぶ昔に発売された PC っていう感じですね。いやこれがね世の中に登場して初めて家電量販店で見た時、とばろがなんと高校1年生の冬でした。めちゃくちゃもう最初見た瞬間からもうね一目惚れしちゃって、うわなんだこのパソコンは、これっていうかパソコンなの、うわフルサイズのパソコンだ、しかもこの軽さ、薄さ、そしてジーンズに入るこのビジュアル、うわー絶対欲しいみたいなね感じで思ったんですけども、当時ね部活漬けの毎日で、器械体操部でね年に何回も休みがなかったので、当然バイトもできるわけもなく、お年玉もねさすがに毎年もらえる額としては4万円ぐらいだったので、当時ねこれ10万円ぐらいだったと思うんですけど、本当に高値の花のパソコンだったんですね。いやこれすごいよな。ちょっと重さどんぐらいなんだろう。重さをねちょっと測ってみようかなと思うんですけど、この今ねバッテリーがちゃんと入った状態で、よいしょ、うわ622g ですからね、めちゃくちゃ軽。ちなみに僕が最近使ってるテンキーはこれ 684g なので、僕が使ってるこのテンキーよりも軽いパソコンっていうことになりますね。うわこれすごい。いやこの軽さすごいですよね。今となってはね結構タブレットとか、それこそね iPad シリーズがこれにね置き換わっている感じなんですけど、当時ってだって iPad もまだ存在していなかったし、当時本当にスマートフォンっていうワードももしかしたらあったかもしれないんですけど、全然一般的じゃなかったし、iPhone ですらね、前年度にソフトバンクからは発売されてたっぽいんですけど、その当時 iPhone とかもね誰も持ってなかったし、本当に一部のガジェット好きが今でいうビジョンプロみたいな感じで持ってたぐらいのねイメージだったんですけど、そんなスマートフォンもタブレットもまだまだ主流じゃない時代、みんな外でどういう風に作業をしてたかっていうと、このねバイオタイプ P も含めちゃいたいんですけど、ネットブックっていうジャンルがかなりね一般的には人気だった
た印象です。ネットブックっていうのは、本当にね、処理能力とかはすごく最低限で、メールが返信できればいいやとか、そのぐらいのねスペックなんですけど、その代わり重さは 1kg ぐらいで、フットプリントもね結構コンパクトめで、気軽にね外に持ち出して使えるねパソコン、ネットブックっていうのが結構ね流行ってたんですよね。動画の視聴とかも結構難しいぐらいのスペックではあるんですけど、簡単なねブラウジングとかメールとかテキストワークとかは割とねできる感じだったので、みんなスマートフォンとかタブレットがない時代はそういうねちっちゃい PC を持ち歩くか、もしくはこういうタイプのねめちゃくちゃでかい、当時としては結構大学生とかは割とこんな感じの使ってたと思うんですが、このぐらいのね大きめで結構重たい PC を使っていた印象です。その時はね各社 PC メーカーがこぞってユニークなね感じの 1kg 以下のネットブックとか発売していたんですけど、それとねちょっと出遅れたって言ったらあれなんですが、ちょっと時間を置いて、ソニーバイオから、ネットブック市場へのアンサーというか、正式にはねネットブックとは謳ってないものなんですけど、バイオタイプ P が発売されたというわけですね。いやこれね、当時さっきからずっと言ってるんですけど、このネットブック市場みたいな超コンパクト PC の中でも圧倒的にねデザインが良くて最高にかっこよかったですね。こうやってね手にしてみても、このね美しいこの光沢感のあるホワイトでラメっぽい感じのこのね PSP とかに結構近いような感じなんですけど、塗装の雰囲気とかも美しいし、で当時ねこれネットブックとは一線を画していたなと思うのが、このディスプレイで、これ結構ね高精細なんですよ。今見ても割とね使えるレベルだと思うんですけど、 1600×768 ドットなので、だいたいフル HD ほどではないけど結構な高精細なモニター搭載してるんですよね。15年前で。当時のネットブックとかって主流だったのが 1024×600 とかだったし、当時の MacBook Air とかも手元にあるんですけど、これでね 1280×800 の解像度だったんですよね。それを考えるとこのサイズで 1600×768 ってめちゃくちゃ高精細なんですよ。そういうなんかねこの外装のデザインとか、その筐体としてのねハードのなんかこういうこだわりみたいなのがすごく欲しくなった理由ですね。余談なんですけど、当時なんでこんな細長い画面を使っているのかっていうと、高精細であることによってこの画面をね2分割して、こっち側にブラウザの画面、こっち側にメール画面みたいな感じで2つの作業を同時に行えるよみたいな、デュアルディスプレイ的な感じでね使うっていう歌い方をしてたんですね。一応ねプロセッサーとしては当時からね省電力性が高くて、ネットブックとかでも主流だったアトムシリーズ、インテルのアトムシリーズ使ってるんですけど、一般的なねネットブックで人気だった、N シリーズっていうやつよりもちょっとねレベルの高いというか、ちょっとねランクの高い Z っていうね Z シリーズみたいなのを搭載してるんですね。それによってね Vista を搭載できて、そのアニメーションでいろいろできるよとかね、結構ねフルサイズの、PC と同じように使えるっていうところでネットブックじゃないみたいな感じでね歌ってはいたんですけど、スペックとしてはね、今となってはそんなに変わらないレベルかなと思います。でかつメモリーはもうこれね直接基板に焼き付けられてるので乾燥とかはできないんですけど、2GB のものを搭載していて、ストレージは一応 SSD とハードディスク選べたんですけど、僕がこのメルカリで最近購入したモデルに関しては 60GB のハードディスクっていうところでめちゃくちゃ動作が重いです。スペックに関して話してもどうしようもないと思うので、そのぐらいにしておこうと思います。で個人的にやっぱね今見てもいいなと思うのがこのキーボード周りですね。サイズ自体はちょっとね一回り小さい感じなんですけど、だけどね配列に関しては普通にファンクションキーも備わってるし、数字キーとかこの辺もね全部妥協なく配列が揃ってるんですよね。しかも日本語キーボードとか英語キーボードも選ぶことができて、トラックパッドはないもののここのねトラックポインターである程度はサクサクと、基本テキストベースの作業しかしない端末なので結構ねサクサク、テキストワークができた端末なのかなと思います。スペックを除けばね。このキーボードのこのギュッと詰まってる感と、このね実際にこう手を置いてみてもサクサク打てるこの打鍵感みたいなところは、今見てもこの部分だけちょっと自分用に欲しいなっていう感じがしますね。最近はトラックパッドが主流なんでフットプリントもね割と大きめなものが多いと思うんですが、本当にちょっとしたテキストワークだったらトラックポインターぐらいのサイズ感でも全然いいので、この薄さの、キーボードとして使えたら、かなり楽しいんじゃないかなっていうのは個人的な意見としてあります。
ちなみにこれの、次のね年とかに出た、バイオ P っていうバイオタイプ P じゃなくてバイオ P っていうねモデルがあるんですが、そのモデルだとここにねなんかセンサータイプのトラックポインターみたいなタッチパッドじゃないんだけどこうねぬるぬる動かせるっていうのがあって、こうやってねこのタブレットみたいにタッチパネルではないけど画面を操作するみたいなのも当時ありましたね。しかもこうやって見ると電子書籍が楽しめるみたいな感じで歌っていたんですけど、個人的にはやっぱデザインはね初代モデルこのバイオタイプ P が最高にかっこいいと思うのでこちらを購入しています。そんな感じですかね。一応ねここにウェブカメラも備わっていて31万画素のフロントカメラでスカイプができるみたいな話もありました。いやこのサイズ感はいいよね。これとこの PSP を持ち歩くっていうのが高校時代の夢でしたね。これがあればねこの学校にこれを教科書とかと一緒に忍ばせて持って行って、この当時これでねダンレボみたいなのができた P レボっていうのがあるんですけど、 P レボの曲の譜面とかをねこっち側にこう転送したりとか、あとは Mac とかでねなんかモバイル BB モバイルポイントっていう無線 LAN のサービスがあったんですけど、そういうところの無線 LAN を使えば、一応ねブラウジングとかができるっていう Mac で当時 LL サイズとか L サイズとかかなの飲み物がね100円とかで売られてたんですけど、そういう時にそのコーラとポテトとかだけ頼んでこれでブラウジングするとかね、そういう夢が高校時代はありました。いやバイオタイプ P 思い出ベースでいろいろ語りたいことがあるんですけど、結構ねその後2機種ぐらい出てそのシリーズとしては終わっちゃったんですよね。なんか他に iPad とかが出てきたりスマートフォンとかが出てきたから割とそこに市場乗っ取られちゃったのかなっていう印象はあるんですけど、その後にね面影を追うように、例えばねポメラからこのキングジムからねポメラの DM200 っていうこれもワープロ専用マシンなんですけど、それにね近いようなこういうタイプのデバイスが出てきたりとか、あとは結構タイプ P とかがすごい好きな人とかだとこういうね GPD から GPD ポケットっていうこういうタイプのね、UMPC が出てきたり、最近だとねゲーミング系ですごく派生している気がするんですけど、こういうね、本当に超コンパクトだけど動画編集もサクサクできるし重たいゲームもサクサクできちゃうっていうね、こういう種類の、パソコンが出てきたりして、なんとなくこのバイオタイプ P のね面影を追うようなデバイスも結構出てるって感じですね。っていう感じでいろいろねこのタイプ P の面影を追うデバイスとかも買ってるんですけど、やっぱりね当時のこの欲しかった思い出というかバイオタイプ P の欲はこれでしか満たせないっていうところで、本当に当時としても今としてもね本当に実用的なスペックではないんですけど、買い戻しちゃったっていう感じですね。今回ね購入したこの機種に関しては幸いバッテリーが備わっているので、このままね充電すれば起動することができます。ちょっと起動してみようかな。ちょっとね一応起動してみたいと思います。よいしょ。電源ボタンが今光ってくれていますね。バッテリーが15年前のでも持つっていうのがちょっと嬉しいわ。で今もうすでに電源は入っていて起動しています。中ね Vista っていうめちゃくちゃ当時としても不評だった Windows OS を搭載していて、結構ねリッチ系のここに時計が置かれたりとか、あとシャボン玉がこうグイングイ動くみたいなアニメーションとかがあって、その代わり激重だったっていうねやつなんですけど、まさかのこの非力な PC にそれを搭載してくるっていう、それでめちゃくちゃ不評だったから、そのねその年の夏6ヶ月後ぐらいにね XP 搭載のこのバイオが発売されるぐらい不評だったっていうねところで、ちょっとね激重なんです。テキスト入力もしんどいレベル。今一応ね起動中ですね。あれ意外と起動は早い気がする。ようこそ。遅いちょっと画面がね TFT とかなので、この上から見ると全く見えないっていうところでちょっとね見せるのが難しいんですけど、こんな感じでトラックポインターでこうやってねポインティングデバイスを操作することができます。見えるかな。なんか画面がやっぱチカチカしますね。ちょっとねこれめちゃくちゃ重くてどんな感じで動いてるのか見せるの難しいんですけど、一応どういうスペックなのかっていうのはねどっかで見せたいな。こんな感じでインテルアトム Z520 っていうのを搭載していて、メモリもね2ギガっていうところで爆重です。意外と起動は早いのかなっていう感じなんですけど、ちょっとね操作が難しいんですが、スタートボタンとかを押してもやっぱ無反応ですね。
無反応というかやっぱ1クリックしたら数十秒置くぐらいの感じなのかな。当時ビスタってあんま使ったことないんでどんぐらいのサクサク具合なのかわかんないですけど、一応これ閉じるボタンを押したけど特に反応はない感じですね。やっぱ無駄にねこのスペックの割に無駄なアニメーションとかがあるんで、こんな感じでウィンドウを動かそうとしても全然反応がないレベルで重いですね。はい、というわけでちょっとね真上からだと見づらかったので、こっちのね画面からちょっと見せていきたいと思います。こんな感じでトラックポインターが動いてるのも見せやすいですね。で、何ができるのかっていうのをねちょっと見ていきたいなと思うんですけど、今なんとねここに今ねなんとトラックボール用のここにねレシーバーを接続してみたところ、こんな感じで普段使っているトラックボールを使うことができました。これ結構感動してるんですけど、ここでねトラックポイントをすると割とこうクリックした時にあれ反応しないみたいな感じだったんですが、このトラックボール使えば本当にグニグニね動かせるようになったので、割とこのスペックさっきまですんごいもっさり感あったんですけど、なんか普通に使えてるような気もしている。まだねちょっと重さはあると思うんですが、とりあえずメモ帳とかを開いて、テキストベースの作業だったらどのぐらいできそうなのかみたいなちょっと見たいですね。ちょっと配列が日本語配列なんですけど、トバログです。こんな風にテキストは割とタイムで打つことができます。お、すごい変換も割と早いのでは。意外とこれワープロとしてなら使えるのでは。意外といけそうな気がする。で変換でちょっと日本語配列なんであれなんですけどって感じで、意外とテキストに関しては打てる感じがありますね。なんかポメラ感があるこの辺。機能をね抑えまくればいろいろこういうのできそうで、あとはちょっとインターネットエクスプローラーが使えないんですよね。一応これ Wi-Fi に接続はできているんですけど、この IE7 とかがめちゃくちゃ古すぎてほとんどのサイトでこれ対応してなくて今見ることができません。これ多分 Windows アップデートしてもう少し新しめなやつにすれば見れるらしいところもあると思うんですけど、ちょっとねこれ Vista で今すごく脆弱な状態なのでちょっと怖いですね、このインターネット接続するの。一応この Wi-Fi とかはね接続できているみたい。この辺はねちょっと打開策後で考えなきゃですね。で意外とこんな感じでサクサク入力できて、この辺のねスタートアップアプリとかもあるんですが、トラックボールで入力すると割とサクサクなのかな。であとは例えば写真とかも一応ねサンプルピクチャーとかがあるんですが、こんな風に読み込みグラフィック系はちょっと遅そうだな。若干遅いけど使えないこともないというか、サクサクってわけじゃないけど解像度が低いものであれば一応開けるって感じかな。ライトルームとかそういうのはね多分無理だと思うんですが、 1024×768 ぐらいの 100KB のやつとかはなんか出せるみたいですね。さすがに動画とかは YouTube 見るのとかしんどかったイメージがあるので、この辺とか見れるのかな。一応ねサンプルムービーがありました。ちょっと時間かかってますね。サンプルムービーってどんぐらいなんだろう。お、謎のクマの映像、アスペクト比がなんかすごい懐かしい感じなんですが、音もちゃんとねスピーカーから出てくれますね。1項目13秒しかなくて、あれ解像度とか720か 720p。 逆にここまでフォーマットを落とせばトバログの動画とかも多分見れる気がする。ちょっと一応 SD カードとかがあるので、撮った写真とか見ることができるのかな。 SD カードリーダーで読み込んでみたい。 SD カードリーダーでちょっと読み込んでみたい。読み込め多分128ギガだと無理かな。ちょっとエクスプローラー、うわ懐かしい、このついてこない感じ、なかなかすごい見れるかも。これ絶対に 4K 動画とかは見れないけど、例えばライカで撮った写真とか見れるのかな。さすがにファイルが重すぎて考えてしまいますね、ファイルを開いたりするのは。でも一応これ読み込めるのすごくない？想像してたよりはちょっとサクサク感がある気がする。前にルミックスで撮った写真とか JPEG だからこれいけんじゃないかな。 JPEG イメージ頑張れ。
読み込んでくれ。読み込み中。お、すごいちゃんと読み込めますね。ちょっと感動してる。もっとすんごいもっさりでどうしようもないかと思ってたんですけど、この重さがこれ10メガあるような写真とかもこんな感じで読むことができてますね。これはちょっと地味に感動地味に感動してます。こんな感じですごい。ちょっとどこまでいけるのか、タイプ P のポテンシャルを探りたいというわけで、昔トバログが YouTube を始めた時に、作ったイントロは読み込めるかな。読み込めないか。 1080p MP4 なんですけど、ちょっと厳しそうですね。うわー、懐かしい。これ意外とステレオなんだけど、ステレオでめっちゃ軽い音だけど、一応ちゃんと、うわすごい軽い音めっちゃ軽いけどちゃんと流れてるのすごい。ちょっとさすがに思ったよりはサクサクだけど、やっぱりねこういう細かいアプリとかを開いたりするとめちゃくちゃ重さがこの感じとかね気になるところではあるので、もう少しねサクサクにできるようにいくつか設定していきたいと思います。まずはやっぱりやんなきゃいけないのが、これマカフィーがね常駐していて、これが多分ネットブックとかだとすごく重くて効いてくるんですよね。なのでこれをね、アンインストール、コントロールパネルからアンインストールしていくっていう作業が、こんな感じでね必要になってくるっていうのと、あとはこれ今ビジュアルがねこのアニメーションとかが結構ついてて重いんですよね。あんまりサクッといくようになってるのかもしれないけど、結構ね重たいのでどれぐらい効果あるかわかんないけど、当時はね僕デスクトップのカスタマイズでこれテーマをWindows 2000ぐらいの時のやつにしてたんですよね。Windows クラシックにちょっと適用して、今ちょっとね変えてる途中なんですけど、うわ来た、この懐かしい。これネットブックだとねもう苦し紛れにやったりしてたんですが、こんな感じで、意味あるのかね今思うと分かんないんですけど、こういう風にね Windows 2000状態にしてみたりとか、コンピューター上のこれ、ハードディスクがめちゃくちゃ重いのって、ここのねインデックスがついてたりするからなんですよね。これさっきねちょっとやってみたんですけどオフになっていて、このドライブの圧縮とか Windows のこのドライブのインデックスつけるっていうのをオフにするとかなりねサクサクいく感じなので、こういうね細々したことをやっていって、ちょっと実用レベルになるかどうかをちょっといろいろ見ていきたいなと思います。はい、という感じでこのバイオタイプ P なんとかテキストワークぐらいに使えないかなと思ってあれこれ試してるんですけども、どうしてもねやっぱり Vista っていう OS のところで結構ねつまずいてしまいますね。動作に関しては最低限なんですけど、本当にローカルでテキストを打つとかであればね全然作業はできるかなって感じなんですが、とは言ってもやっぱり実用性っていう意味ではブラウザでねインターネットに接続できないと結構厳しくて、やっぱりねテキストワークも Notion でね、クラウドで連携するとすごく便利だし、あとはGoogle のねスプレッドシートとか、そういうやつでちょっとねテキストワークとはいえ同期できたら最高だなっていう感じなので、現状で言うとおもちゃ的な意味ではねすごく楽しいんですけど、実用性レベルまで上げるにはもう少しね工夫が必要そうな感じがします。なんか今回どうにか実用的になんないかなと思っていろいろな人のブログを徘徊してね、そういういろんな知見が溜まってるんですよね。当時のブログ、今とかってなかなかブログって出てこないと思うんですけど、そういうやつを見ているとこのね中のバイオタイプ P の中のハードディスクをね SSD に換装したりとか、しかもアダプターとかねいろいろかましてやったりするんですが、そういうのとか、あとは実用性っていうとどうしてもねこの中身が Vista であることによって脆弱性とか、あとスペックのなんか動作のもっさりさとかがあるらしいので、この中をなんかね Chromebook 化したりとか、あとはもう少し軽い Linux ベースの OS にしたり、なんかね最近だと2024年現在とかだとギリギリ使えそうなのがラズベリーパイ用の動作が軽い OS を入れたりしている人もいて、そういうぐらい本当にね工夫しないと実用性っていう意味では難しそうですね。さすがにね15年前の PC なので実用性を求めるのはねちょっと酷な感じはするんですけど、どうしてもこのフットプリント、そして600g という重さながらこのねキーボードがついていてある程度作業ができるっていうのはめちゃくちゃ夢があるんですよね。余談でちょっと見てほしいんですけど、バッテリーアダプターもこのサイズですからね、意外とこれコンパクトなんですよ。
これであとバッテリー駆動も1時間ぐらいならね、この15年前のバッテリーでも持つ感じなので、これを例えば普段 iPad 用として愛用しているこういうねハーフデイパックに全然ねこのまんまサクッと入るサイズなので、これでこういうアダプターとかをね持っていって、なんかちょっと考える時に外で作業したいなとかね、すごく夢があります。いや、このサイズ感っていうのはねやっぱりすごくいいので、今後ちょっとね、SSD に換装してみたりとか、あとはOS をね入れ替えたりしてどのぐらいサクサクになるのかっていうのもね、後編いつになるかわかんないんですけど、ちょっとやっていきたいところですね。せっかく手に入れた僕の青春取り戻していきたいと思います。はい、というわけで今回の動画はこれで終わりにしようと思います。トバログではね、こういうのだけじゃなくて結構最新のガジェットとかもいろいろ紹介しているので、ぜひ過去動画チェックしてみてください。気に入っていただけたらチャンネル登録お願いします。というわけで次の動画でお会いしましょう。トバログでした。